改めて皆様、本日もようこそご参加くださいました。全国長州派のお寺から健康習慣を推進するヘルシーテンプルオンライン、本日もですね、多くの方にご参加いただいております。今155名の方ですね。いつもありがとうございます。私の担当会では仏教解説ということで、仏教の考え方をできるだけ分かりやすくご紹介しています。このヘルシーテンプルにはいろんな方が参加くださっていますので、私は浄土真宗の僧侶ではありますけれども、ここではですね、浄土真宗に関わらず広く仏教の考え方から日頃の仕事や生活に役立つような考え方をご紹介しております。皆様の仕事やですね、生活がより良いものになったり、日々を安らかに穏やかに過ごすようなご縁となれば幸いです。さて前回もですね、八正道のお話をしておりました。八正道とは分かりやすい言葉で言えば幸せに生きていくための道であり、幸せに生きるための実践方法と言えます。今回は八正道の3つ目の正語、正しい言葉遣いについてご紹介したいと思います。八正道の3つ目の正語とは正しい言葉遣いのことです。私たちは人と接するときにまずは外見や言動といった表面に現れているものからその人のことを理解しようとしますね。この人はどんな人なのか、どんな価値観を持っているのか、信用できるのか、そうしたことをまずは外見や言動などから想像して理解しようとします。言葉遣いが荒い人であれば性格も荒いだろうと想像しますし、言葉遣いが優しい人であれば性格も優しいのではないかと想像します。いきなり内面までは分かりませんから、私たちはまずは外見や言動といった表面に現れているところからですね、その人の人となりを想像します。このように言葉遣いとは人となりが判断される重要な要素の一つと言えます。話す言葉遣いによってこの人はこういう人だと、判断されるということですね。そして言葉遣いによって信用を得ることもあれば失うこともあるように、言葉遣いは人間関係において重要な役割を果たしています。また別の視点では言葉が人を作るというように言葉遣いが人間性や人格に影響を与えるという考え方もあるでしょう。そして言葉によって影響を受けるのは自分自身だけではなく、その言葉に触れた周囲の人にも影響を与えています。家族や親族の空気感、組織風土など、そのコミュニティでどんな言葉が使われているかによってコミュニティの在り方も変わってきます。ネガティブな言葉が交わされているコミュニティでは不満や諦め、停滞感などが蔓延するでしょうし、前向きな言葉が交わされているコミュニティではやる気や勢い、気遣いなどが感じられることでしょう。このようにですね、言葉遣いが自分自身の人間性や人格に影響を与えたり、また周囲に影響を与えることがある。それほど言葉遣いとは私たちが幸せに生きたり良い人間関係を築く上で重要な要素だと言えます。だからこそ正語、正しい言葉遣いが仏教の代表的な実践方法として挙げられているかと思います。ではその仏教における正しい言葉遣い、正語とはどのようなものなのでしょうか。仏教には従前というですね、代表的な10の良い行為が挙げられています。その従前の中に苦行と、口に語と書きますが、苦行という言語活動に関するものが4つあります。そしてこの4つが八正道の正語と重なる部分があると言われます。ですので正語、正しい言葉遣いとは何かという説明にここではですね、従前の苦行の4つを挙げたいと思います。従前の苦行の1つは不妄語です。不妄語とは嘘をつかないことです。嘘で塗り固めるというように、一つ嘘をつくとどんどんと嘘を重ねてしまうことがありますね。嘘をついた分後ろめたくなりますし、その気持ちを解消しようと自分を正当化するようにもなります。
また嘘をつけば人の信用を失いますから、できれば嘘はつかない方がいいですね。ただ、馬鹿正直に何でも言えばいいというわけでもないので、口を慎んだり人を嫌な気持ちにさせないようには配慮したいところですね。私は口を慎むということがなかなかできなくて困ることがあるんですけれども、2つ目は、不良説です。不良説とは仲違いさせるようなことを言わないことです。あらぬ噂を立てたり、あっちとこっちとで違うことを言ってみたりして人を仲違いさせようとする。そのような人を仲違いさせるような動機は嫉妬心や利害損得といった思いから起きてくるものもあるでしょうね。自分を今よりも良い立場にしようとか満足したいというような思いを私たちは持つこともあるかもしれません。ですが、そうした目的を達成するために人を仲違いさせるというような、人にベクトルを向けるのではなくて、できるだけ、自分がどうあるといいのかというような自分にベクトルを向けて生きていたいですよね。3つ目は不悪です。悪口と書いて悪と読みます。不悪とは罵ったり荒々しい言葉を使わないことです。罵られたり荒々しい言葉を使われた方は、なかなかそのことが忘れられないものですね。また荒々しい言葉を使えば感情がどんどんとエスカレートして暴力的な行為につながることもあります。なるべく冷静で思いやりのある言葉遣いを心がけたいですね。前回の小周囲の話の時に無人周囲という怒らない思いや無害周囲という他者を傷つけない思いについて紹介しました。そうした怒らない思いや他者を傷つけないという思い、それを心がけようとすることが罵ったり荒々しい言葉を使わないことにもつながってくるかと思います。4つ目は不揮語です。不揮語とは中身のない言葉や飾った言葉を使わないことです。私たちは自分をよく見せようと思ったり相手を持ち上げた方がいいと思うような時につい飾り立てた言葉を使うことがあるかもしれません。少しくらいはいいかもしれませんが、あまりに実態とかけ離れていると嘘になりますし、あの人は適当なことを言う人だと信用を失います。企業の商品などもそうですよね。宣伝文句と実際の商品とがあまりに違ったらその企業は信用を失います。また私たちは本当はそうは思っていないのに思っているようなふりをして言葉を発していると自分の本当の思いに鈍感になってしまいます。またお世辞ばっかり言っているとお世辞だということがバレてですね、嫌われることもあります。なるべく実感のこもった手触り感のある言葉を使ったり、思っていないことは不必要に言わないということがいいかもしれませんね。このように従前という代表的な10の良い行為の中で、苦語というですね言語活動に関するものにはですね、今お話しした不毛語、不良説、不悪、不揮語という4つが挙げられています。この従前のうちの4つが八正道の称号、正しい言葉遣いと重なる部分があると言われますのでご紹介をさせていただきました。いかがだったでしょうか。今回は八正道の称号、正しい言葉遣いについてお話しいたしました。家庭や仕事などで良い人間関係を築いたり幸せに生きていくために、今回の話が少しでも役に立ったのであれば幸いです。最後にウェルビーイングダイアログカードより今日の問いです。前向きでいられるのはなぜ？前向きでいられるのはなぜ？この後ヘルシーテンプルオンラインにご参加の皆様と今回の話についての感想やまた今日の問いについて対応していきたいと思います。